は美味しいクッキーがあるのでコーヒーを入れました。いただきます。美味しい。今日のクッキーは大好きなジミーのクッキー、2、3週間前とかに沖縄に帰って、でその時にもクッキー自分用に買って帰ったんですけど、美味しくてもうすぐなくなって、でそれをね母に話したら、ジミーでクッキーとマフィンを買って送ってくれました。他にもいろいろ入ってたけど、いただきます。前の動画のコメントかな、それを読んでいた時に10月に沖縄に行きますっていうコメントがあって、楽しんでいただけたらめっちゃ嬉しいですけどね。沖縄なんか自分の沖縄みたいになってるこのね柔らかさと甘さがジミーって感じ。美味しい。午前中はマフィンを食べたから、今日はクッキー3枚じゃなくて2枚にしようかな。こっちにしよう。これはレーズンとかナッツが入ってるクッキーです。今日は久しぶりにお気に入り紹介を取ります。お気に入り1つ目ではこちらから、じゃーん。レプリカオードトワレレイジーサンデーモーニングです。すっごい前から気になってて、やっぱ香り物だからお店で試してみたいなと思って店舗に行って実際につけました。そのお店でつけた時に嗅いだ香りは正直あんまり好きじゃないっていうか、こういう感じかっていう風に思いました。だからその時はすぐ欲しいってはならなかったんですけど、お家に帰った時にそのつけた部分がふわって香って、なんかいい香りって思って、つけたばかりの時はそんなにいい香りではならなかったんですけど、時間が経つと私が好きな香りになったっていう印象です。サイズが 30ml のタイプを買っていて、これよりもうちょっと大きいタイプの香水とアットコスメで売ってるみたいなんですけど、細めのタイプがあって、本当は一番小さいタイプが欲しかったんですけど、アットコスメに行ったら品切れ状態でした。私が最初に行ったお店では一番大きいサイズしかなくて、もうどうしても小さめのサイズが良かった理由があって、香水を持ちすぎててなかなか使い切ることが今できてない状態なんですよ。香水を夏には白の香水も買ったから、だけどやっぱり新しい香りは欲しいなって思ってちょっと小さめのサイズにしました。こちらは2店舗目に行ったレプリカ専門のお店が表参道だったかな、表参道のお店が並んでる通りがあって、そこにありました。私的にこの香りは春の香りとか秋の香りっていうイメージがあります。清潔感のある香りが気に入ってます。この前電車で座ってる時に隣に若い男の子が座ってきて、なんかいい香りするなと思ってマスクの下で静かに嗅いでたら、この香水の香りがしたんですよ。それぐらい人気な香りなんだなってより実感した瞬間でした。レイジーサンデーモーニングは洗いたてのシャツの香りだっけ、洗濯物の香りっていうのをなんかどこかで見たんですけど、私的になんかライチっぽい香りもするなって思いました。私だけかな、そう感じるのは。初めて嗅いだいい香りでした。最近はこの香水を使っています。お気に入り2つ目、水色のスプーンとフォークです。これは Vlog でも出てきたダルトンっていうお店で買いました。スプーンとフォークはだいたい私がいつもお店で見るのはシルバーが多かったんですけど、この色ってなかなか見たことがなくて、でしかも私この色めっちゃ好きなんですよ。このねサックスブルーっていうカラーだったんですけど、一目惚れでとりあえず1セット買ってみようと思って買いました。あとは白とかもあるみたいで、何色だったっけ、でも私一番この色が好きでした。フォークとスプーンを最近変えたタイミングがあって、使ってるのがシルバーなんですけど、シルバーがシルバーじゃなくなってたんですよ。洗ってる時に気づいたんですけど、そういう時にしか買い替えようってならないから、丈夫で長く使えそうなものこそお気に入りのものを集めていきたいなと思っています。今も何十回って使ってるけど、全然剥がれることがなく綺麗な状態で使えてます。見た目プラスチックっぽいけどちゃんと硬い素材です。お気に入りの3つ目は豆皿です。 Vlog で紹介した伊勢丹のポップアップで見つけたので、お寿司のお箸置き、これを買ってからはお寿司を食べる日は必ずこのお箸置きを使ってます。今私が持っている他のお箸置きに比べて割れやすい
ようになってるので、このお箸置き2つは別の場所に保管しています。落としたらもうすぐパリンって割れちゃいそうなので大切に使っています。この豆皿は先日沖縄に帰った時に母にも渡しました。そしたらめっちゃ喜んでくれてました。私は気づかなかったんですけど、裏がリボンになってるんですよ。これを知ってからまた愛着度が湧きました。ちゃんと裏側まで考えられてるデザイン、素敵です。じゃあ続いてのお気に入りが、こちらもさっき紹介したダルトンっていうお店で買ったんですけど、これが今私が使っているポーチで、その中に入っているデンタルフロス、これすっごいいいですよ。何かにつけれるようになってるけど、やっぱ外出先とかでマスクを外すシーンとかってあるじゃないですか。食後気になる時とかに使ってます。歯の形のケースもすっごい可愛いです。これ個人的に中が変えられる仕組みだったらいいなって思うんですけど、なんか見た感じ取り外しとかはできなさそうですね。場所も取らないのでカバンに入れておくといいと思います。続いてのお気に入りはパックミラリモアレストフェイシャルトリートメントマスクです。お友達の誕生日プレゼントを選んでいた時にたまたま見つけたもので、その時見てたらお店の方がもうねすっごいおすすめなんですって言って、その方も使ってるみたいで熱弁してその良さを伝えてくださってで良さそうだったので、お友達の分と自分用にも買いました。で実際使ったらもう潤いがすごすぎて、そのお店の方が熱弁する理由がわかるって思いました。この液がひたひたに入っていて、パッケージのデザインも可愛いですよね。これが4種類とか5種類とかあるので、他のものも使ってみたいなって思いました。洗顔後にこのパックをすぐ使うんじゃなくて、肌を整えるために化粧水を軽く塗ってからこのマスクを使うみたいです。このパックによって金額がちょっと変わるんですけど、私が使ってるのは2750円のものです。5枚入ってるのでいいお値段のパックですよね。だから毎日は使えないけど2週間に1回とかのペースで今使ってます。美容液、白の美白美容液、もう超有名なもの。顔にシミがうっすらと前よりもあるなっていうのを感じるようになっちゃって、でその原因を考えたんですけど、朝は日焼け止めが入っている化粧下地を塗ってしっかりお化粧して職場に行くんですけど、帰りは何もしてなくて、退勤する頃には日焼け止めの効果って薄れていくじゃないですか。だけどそれをあんまり考えずに一応日傘はさして帰ってたんですよ。だけど多分それが原因かもしれないと思って買ってきました。今は美容液はこちらをメインで使っています。私今シミがなくなってるとかシミが薄くなってるとかっていうのはそんなに感じてはないけど、なんかわかんないけど良さそうな気はするっていうことで、今毎日薄くなれ薄くなれって思いながら使ってます。でこれが詰め替えができるタイプなので、次もう2本目買うことは決めているので、次はこの部分だけを買えばいいのかな。はい、これリピートします。美白系とかシミ系とかってすぐに効果が出るんじゃなくて、続けて効果が出るものだと思うので、日々のケアを頑張りたいと思ってます。今月のお気に入りっていうか、もうお気に入り紹介がちょっと不定期になっちゃったんですけど、今月はこんな感じでした。本日もご視聴いただきありがとうございました。